はい、どうもよろしくお願いします。高倉和也です。ということで、毎週水曜日夜9時から配信しております、高倉和也の家事歌話、生配信でございます。ということで、今日はね、巻き気味で行くぜっていうことで、もう本日の内容を出しちゃってる感じになっておりますが、よろしくお願いいたします。早速コメントいただいておりますので、ちょっと読んでいきたいと思います。ゴジラで出てきた飯といえば、すき焼きと焼きそば。ね、このコメントを見て、僕にとって何かなと思ったら、ゴジラ対メカゴジラ、まあ、ゴジラ×メカゴジラの方に出て、その映画に出てくる朝ごはん、パパは野菜は食べないんだよみたいな、パパは野菜嫌いなのって言ってるあの朝ごはん、印象に残ってますね。ね、なんか、ちゃんとしてるな、この家族みたいな。ちゃんとあれだけの料理を作ってくれるパパ偉いなみたいな感じも含めてね、それが印象に残っております。それから今回は高倉さんがついに禁断の飯として大凧、エビラ、ガニメ、ガバラ、マタンゴを使った、闇鍋をやり、ウルトラマンからの差し入れ宿題としてツインテール、ムルチも入れるんですよね。食材の切り分けは議論が担当するので楽しみです。ね。議論が担当するんだったらもう全部ブス切りだよね。ズバッズバッズバッね。全部同じ大きさに切って煮るだけっていう。ガバラも入るのか。まあ闇鍋っていうとね、ちょっとゲテモノ系食材入るみたいなことありますけどもね、カエル的な感じで入ってくるんでしょうか。それから今日は円谷英二式飲酒法、ね、衣装瓶を揉み干しては、部屋に並べて部屋を一周するまで飲むに挑戦する配信でしたよね。ね、ぶっ倒れるよね。恐ろしいぶっ倒れ方をする。ね、ゲゾラね、海鮮系がね、多いですよね。どうしても出汁が出そうなね、感じの料理になりますね。はい。こんばんは、マグロ。マグロね。マグロも欠かせないかもしれない。ね。なぜか海外で人気みたいな。ね、日本よりもなんかね、インバウンド需要的なね、感じで、海外人気も上がっているという噂のマグロ。それから帰ってきたウルトラマンのムルチ、巨大魚、巨大魚怪獣かな。なので食べられる可能性大ですと。なるほどね。でかい魚ほどなんか身がスカスカで食うところがあんまりないみたいなね、話も聞きますけどね、どうなんでしょうか。まあまあ、漬けにすればいけるか。調理法まで考えることもないかもしれませんが。それからミレゴジに登場したコロッケ。あれもうまそうですね。あの、出かける準備しながら片手間に食ってる感じがうまそうですね。ゴジラで料理といえば、ゴジラマガジンのゴジラクッキング。はい、ゴジラと X 星人、過去女性が失敗ばかりする漫画はありましたよと。そういうのもあるんですね。うん。無理じゃ工業地帯の魚だから食わん方がいろいろ入っちゃってるのかな。はい。ということで、ちょっといつもより巻き気味でやっておりますけれども、本日ですね、何をするかと言いますと、この後ですね、22時、NHK 総合で放送されます歴史探偵、ね、テーマがゴジラでございます。これは見なければというところで、それに向けたね、勝手に前番組ではないですけれども、ね、ちょっとゴジラの歴史というか、ね、制作現場の逸話みたいな話をする配信をしようかなと思ったんですけれども、おそらく基本的なことは NHK の方でもやるんですよ。ゴジラとはみたいな、1954年公開のみたいなね。で、なんかこう、当時としては画期的なみたいな、表の歴史みたいなところはやるはずなんですよね。うん。なんかこう、内容を見ると、当時の音響を現代の技術で分析してとか言ってるんで、多分ゴジラの声はどうやって作ったのかとかですね、その辺をね、ゴジラファンからするとなんか聞いたことあるような話をこれディスってるわけではないですよ、別にね。うん。そういうわけではないですけど、可能性もね、ありますから。そことはね、おそらく NHK では放送しないだろうなと。あの、コンプラというかNHK なんでっていうね、少し前内村さんがやってたコント番組のキャラクターでありましたけどね、NHK なんでって言ってこう、紅白にも出てたあのキャラクターみたいなところで、自主規制があると思うので、そこで放送できなさそうな危なめの飯と酒の話というのをですね、ちょっとしておきたいなと思います。で、僕もリアルタイムでね、歴史探偵見たいなというところあるので、皆さんも多分見たいなっていう方多いでしょうから、放送の15分前くらいには終わらせたいと。だからあと30、40分後くらいには終わりたいなというところ。はい。なぜ15分前かというと、配信が終わった後に僕がコンビニに行ってお酒を買う時間が欲しいのでだいたい15分ぐらいあれば行って帰ってこれるかなというところで15分くらい、前でね、やろうかなと思います。はい。
で、この話をするにあたってですね、引用する資料ですね。今日話すエピソードお話というのはもうこの資料から引っ張ってきたというものなんですけれども、特撮円谷組ゴジラと東方特撮にかけた青春という書籍がございます。2010年陽戦者さんから出ておりますけども、こちらの本ですね、実は2年くらい前にも配信で紹介して、エピソードいくつか紹介してます。今日話すやつも、以前その配信の中で喋ったのも出てくるかとは思うんですが、一個一個のエピソード強いので2年越しにもう一回やってもねいいかなというところでね、これからねこの後10時から放送される番組ではおそらく触れられないであろうね、エピソードっていうのをですね話してですね、ちょっと事前になんだろうね食前酒というかそういう感じでね、ちょっとお腹を温めておくということでやっていきたいと思います。同時視聴ね配信してる部屋にテレビがなくてですねっていう、ところなんですよね。うんうんうん。そういうことで、はい。俺らのオタク知識以上のことが出るかな。どうですかね。出る。で、NHK って結構お金使っていろいろ調べるっていうか調査というかね研究とかするイメージあるので、意外とそのなんだろうね、新たな新事実とか新説みたいなものが出るかもみたいな。なんか番組の予告みたいなものを見ると、そのゴジラ制作当時の知られざるアメリカのなんだろう政府とかそっちの方とのなんかエピソードみたいな。多分なんかその円谷さんが撮った映像がね本当にそんななんか軍事秘密というかあれと勘違いされちゃってみたいなね、あまりにも映像の出来が良すぎてみたいなそのエピソードのこと言ってんのかなっていう気もするんですけどもしかしたら違う話かもしれないしね。触れたらどうする。ちょっとそのね円谷屋敷飲酒法なんぞやっていう人も多分いらっしゃると思うので早速本編の方に入っていきたいと思います。はい。じゃあもう一気にね今日話すエピソードのタイトルみたいなものはバッて出しちゃうので、もうフリップこの次の1枚で終わりです。今日話す内容こちらですね。はい。一応そのねエピソードのタイトルだけお話ししていきましょうか。まずですね、裏山の蛇と勝手に作った池で飼ってた鯉。俺一応お品書き的な感じです。お品書き的なね、今日のね東方特撮と飯と酒っていうことなんで、お品書き的な感じで書いてきたんですが、裏山の蛇と勝手に作った池で飼ってた鯉ね。まずこれが1品目、それから、制作が立て替えて撮ってた出前。はい、2品目ですね。これ3品目はですね、酒エピソードなんですけど、ね、三船敏郎とヤクザとライフルという。全部物騒ですよね。ヤクザとライフルも当然物騒だし、三船さんも物騒だよね。さあ、何があったのかっていうところなんですが、続いて、フィルム缶焼肉とフィルム缶茹で海鮮。ねこのメンツの中だとまだまともです。まだ食いたいなっていう感じがするやつですね。それから、酒茶漬けと目薬、ねこれ誤字ではないです。打ち間違ってるわけではないですね。本当にお酒のと書いて酒茶漬けですね。それからね、タイトルにも入れましたが爆破恋国これは完全にねネーミングで決めた感じで爆破恋国っていうこのねワードの語呂が良かったからこれにしたんですが、それから最後ですね、ビールはどこまで飲めるっていう話、ちょっと円谷式飲酒法ですね、の話になります。でもここからはもうこの画面で固定して、僕はもうひたすら書籍から引用した文章を読んでですね、ちょっとそれに話を広げてみたいな感じで進めていきたいと思いますので、ちょっとラジオっぽい感じで聞いていただいても大丈夫かなというところでございます。さあ、いきますか。はいはいはい。昔のフィルムかなり燃えやすい。なるほどね。可燃性素材だったのかな。はい。じゃあ早速いきますか。まず一発目ですね。裏山の蛇と勝手に作った池で飼ってた鯉のお話ですね。こちら参考資料の63ページに記載がございます。はい。63ページですね。ちょっと引用して読んでいきましょうか。こちら。一応章のタイトルがついてますね。自然に恵まれていた撮影所っていうタイトルが入っております。はい。ここまでだとあれなんかジブリっぽいなとかねスタジオジブリかなみたいな、感じがするんですが読んでいきましょうか。ちなみにここのページというかこの章でお話ししているのは、
海米映像さん、ね、造形ですね。もうゴジラと初代ゴジラ、その初期のゴジラといえば海米さんというところがありますが、それから入江、義雄さんですね。一応図面作りとかそういった形で関わってやってる、昭和29年のゴジラでは特美デザイナーの、渡辺明氏のチーフ助手としてという感じで参加されてらっしゃる、若い頃に参加されてたという感じですね。そのお二人が話している、ところでございます。ちょっと読んでいきましょう。海米さん、白婦人かな、白婦人の妖恋に、蛇の作り物が出てくるでしょうと、そういうその蛇の作り物ね、そういうセットというか美術物が出てくるんですね。蛇の作り物が出てくるでしょう。あれ俺が作ったんだけど本物の蛇を眠らせて石膏を取ってやったんだよ。蛇ってすごい匂いでね、石膏で型を取ると硬化して熱を持つじゃない。そうすると蛇の油が染み込むんだなとね、ここまでこの当時の造形の時の、ね、仕事の時のエピソードをお話しされてるんですが、ここにて急にね、飯の話に入っていきます。蛇といえば撮影所の裏山にたくさん蛇がいて、よく富樫たちが捕まえては食ってたな。この富樫さんというのはですね、富樫光雄さん、ゴジラ1950年のゴジラでミニチュアセットの石膏造形を担当された富樫さんたちが複数人がね、たちが捕まえては食ってたな。インタビュアーの方が酒のつまみでしょうかね、このインタビュアーの人もちょっとおかしいっちゃおかしいんですけどね、蛇食ってるだった話に動揺することもなく酒のつまみでしょうかっていうふうに普通に返してるんですけど、それに対して海米さんが俺は鯉を飼ってた急に鯉を飼っている話が始まってと思っていると、俺は鯉を飼ってた。第10ステージの横に穴掘って裏のフランク徳永さんのところから湧き水が流れてたから、そこに水を引き込んで鯉を飼ってたんだよ。ね。フランク徳永さんというのはですね、映画監督の方、徳永フランクとも言われると、日活で活躍をした監督さんですね。でこの本のね、序盤の方だったかな、当時のその撮影所の地図みたいなのが入ってるんですけど、確かにね、そう言われてみるとフランク徳永さんのお住まいというか、いらっしゃった場所とその撮影のスタジオって結構ね距離感近かったと思う。この本じゃなかったかな、別の本だったかもしれないけど、そう一応図面で見ると水引けるくらいの距離なんですよね。だからただこの書き方だとですよ、もう一回読むと第10ステージの横に穴掘って裏のフランク徳永さんのところから湧き水が流れてたからそこに水を引き込んで鯉を飼ってたんだよ。ね、許可は取ったんだろうかっていうこれは勝手に勝手に池を作ってそこに鯉を勝手に飼っていたのではないかというふうにも読み取れるんですが、続きを読んでいきましょう。引き込んで鯉を飼ってたんだよと。多摩川の鯉って取った時は黄色っぽい色してるんだけど綺麗な水に入れておくと色が変わるんだよね。半月ぐらいすると真っ黒になる。真っ黒になったら臭みがなくなってうまいんだよ。牧野さんね、牧野正彦さん正幸さんかな、映画プロデューサーね、牧野さんなんかちょっと俺に肝くれよって言ってペロッと飲んでたな、あとはいらないからっていうふうに、お話しされております。つまりね、今お話ししたようにですね、これ多分ね、ゴジラの撮影当時から第1作のね撮影当時から少し経ったあたりだとは思うんですけどね、ステージの撮影のスタジオの横の地面に穴を掘ってですね、そこに水を引き込んで鯉を飼ってそれを食っていたというね、お話でございました。ね、近くに山あるし探すかヘビといるかもしれないですね。つまりその本の著者は密告者または裏切り者ということですかね。でも一応インタビューだからね、インタビューだっつってんのにこんな話をしちゃってる2010年の話だから15年くらい前のね、話ですからね、これが話を聞いたのはね、おそらく。はい。ということでまずはね1品目、ヘビと恋でございました。はい。というわけで続いていきましょうか。次のエピソードは常識的ですかね。122ページ、制作が立て替えて撮ってた出前の話でございます。122ページ。こちらはですね、
一応インタビュー相手としては、関和郎さんですね。制作として参加されてらっしゃった方でございます。はい。のお話。制作って要するにいろいろ何でしょうかね、現場と、事務方の間でこう動くというようなイメージの仕事ですかね。なので、スケジュール管理というか、そのスケジュールにのっとった上での他との調整をするというお話を結構されてらっしゃいます。で、ちょっと少し前の方から引用していきましょうかね。インタビュアーの方が聞いています。関さんは進行の管理もなさったんですかっていうと、関さんが、スケジュールはね、監督とチーフ助監督が書き出すと。監督であり、チーフ助監督とか、そういう人たちが、今日はこういうスケジュールでやりますよっていうのを、書き出すんですね。そうするとインタビュアーの方が、毎朝そのスケジュールを見るけど、まともにそれ通りに終わったことがないという話も聞きました。っていうふうに水を向けると、関さんは、スケジュール表を一部はスタッフルーム、一部は制作部に持っていくでしょ。お願いしますって渡したら、また急に残業って言ってくるんだろうって、そういう嫌味を言わないと向こうも気が済まないっていうふうに当時の苦労話を語っています。でもインタビュアーの方も一番手こずった組なのかもしれないですねなんていうふうに言うと、関さんは5時ギリギリになって、要は仕事が終わるね、5時ギリギリになって制作部に残業を伝えに行くと、お前のところはもっと早く連絡しろとも言われる。食事の準備もあって社員食堂に連絡しないといけないもんでね、これが深夜になったら大変ですよ。車を出して弁当を買いに行かないといけない。今みたいにコンビニなんてないからね、どっかで弁当を作っておいてもらってそれを車で取りに行くんですよっていうふうに、大変なね事情、ゴジラの現場とか円谷組はもう深夜まで仕事に、深夜まで仕事が及ぶというのはよくね聞く話ではありますね。はい。そういうのをやってる当人、働いてる当人たち、現場でね働いてる当人たちも大変だったのはもちろんですけれども、それとこの会社の間に入ってね、いろいろ調整をしなきゃいけないというこの関さんの苦労話が載ってるわけです。またインタビュアーの方話を向けます。お昼ご飯の時はどうでしたっていうと、関さん、セットでは1時間くらい前にみんなの注文をそば天津丼とか聞いて回って出前を取ったりもしましたね。でここからですね、大変だなとね思って読んでいると。で円谷さんはお金を奥様が管理なさっているのかどうか知らないけど、現金は持ち合わせてないんですよ。ほほうとねあれそうなんだ。インタビュアーの方もね、えっと思ったんですよね。どうするんですかっていうふうに聞くとですね、関さんが、制作が立て替えるんですよ。ね。制作が立て替える。ほう。給料日に蕎麦屋が取り立てに来たのを代わりに払ってましたね。有川さんが立て替えることもありましたけど、ここからのエピソードが好きですね。有川さんが立て替えることもありましたけど、立て替えるといつ払ってくれるかわからないんだって言ってらしたそうですよ。ということで、ね、大変な状況、出前も取らなきゃいけないという状況があったということなんですけれどもね、円谷さんはお金を、現金を持ってないと。ね。これ制作が立て替えるっていうところに、ちょっと注訳が入ってまして、制作が立て替えとは、円谷監督は、もみじ屋そばですね、そば屋さんを好みよく頼んでいたが、日々の払いはつけで、給料日になると、大福帳を持って店の人が、集金に来ていたというふうに書いてあります。はい、でその上でですよ、集金に来た時に制作が立て替えっていうことは、円谷さんが直で払ってるわけではないんですよね、多分ね。給料から天引きになってるのか、どういう形かはわからないですけど、支払いの出前の支払いのその辺のなんか細かい手続きというか、そういうところも関さんが代行してやってたというですね、だいぶなんていうのかな、胃が痛くなりそうだなというそばとか食えないんじゃないのかなってね、天ぷらそばとか食べたいと思ってもちょっと胃が受け付けないんじゃないかっていうね気苦労が知れるお話ですね。はい。ね。円谷監督の性格的に現金を持ったら、瞬間に、お酒がおごりで使い切っちゃうだろうからもたれられないと。なるほど。もう奥さんのそこは知恵なんでしょうね、きっとね。うん。そうそうそう。あ、ヘビくらいな食べてそう。うん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 。
ああ、はいはい。網仕掛けでスズメとか野鳥を取って、へえ、ヘビうまいらしい。なるほど。なんか白身魚っぽいとは聞いたことありますけどね。うん、どうなんでしょうか。捕まえて食うほどのバイタリティはちょっともうね、僕にはないですからね。うん。新鮮な方がうまいのかもしれませんが。はい。まあまあそんな感じで、2つ目のエピソード、制作が立て替えて撮ってた出前というお話でございました。はい。で、続いていきましょうか。131ページですね。三船敏郎とヤクザとライフル。ね。これお酒の席でのお話でございます。このお話をしてくれているのはですね、なんと何を隠そう中島春夫さんです。はい、ゴジラの、まあ、スーツアクターですね。そしてスタントマンでもあるという、中島さんでございますけれども、はい、まあまあまあどんなお話をされているのか、まあどういう経緯で俳優になったんですかとか、そういったお話をねインタビュアーが、してる時に、まあいろんな人と同期だったりとか仲良かったりとかしたっていう話になってですね、インタビュアーの方が印象に残っている俳優としてはどなたがいますかみたいな話を聞いてるわけですね。すると中島さん答えます。三船ちゃんとは仲良くしてもらったよ。ね、三船敏郎、あの三船敏郎ですね。まあもうある種世界デビューの世界的俳優の先駆けと言ってもいいあの大俳優三船敏郎、三船ちゃんとは仲良くしてもらったよと。どんな人だったかね、豪快な人でね、昔千川が洪水になった時モーターボートを出して人助けしたこともあったな。ね、ここまではなんかすごいいい人ね、その度量が深いというかね、いい話だなっていう感じなんですがね、不穏な一文が始まります。でも荒っぽいところもあってね。ね、ほう、何が始まるんだろうって思って先を読んでいくとですね、でも荒っぽいところもあってね、渋谷のいっぱい飲み屋で三船ちゃんと飲んでて「おお三船だ一杯おごれよ!」なんてヤクザが絡んできた時に「お前らいなんかおごれるか!」って揉めてたんだよと。ね。なんかすげえ不穏な空気がするなというふうに読みながら思っているとですね、さらに続けて、三船ちゃんが怒っちゃってさ「よしこの野郎待ってろ!」って自分家に行ってライフル取りに帰ったんだよ。家にあるんだ。ライフル、まあ狩猟とかなんかクレー射撃とか趣味だったのかな、わかんないけどね、ライフル取りに帰ったんだよ。この野郎撃つぞってかっこ笑い。かっこ笑い。ね、そんな酒の席での話とはいえ一旦帰って武器を持って帰ってくるというしかも渋谷にですよ。ね、今の渋谷にそんな飲み方してるやついないでしょうからね、多分ね。うん。ね、大変なあれですよね。うん。ライフルを取ってこの野郎を撃つとってかっこ笑いかっこ笑いで済ましてるところがすごいですけどね。うん。ね、竜が如くかな。ね。マジでね、その本当にね、あのゲームの中の世界観っぽいですよね。うん。ね、もう中島さんの話はね、ちょっと脱線しますけど、次の話も中島さんの話だから先にそっちもやっちゃおうかな。134ページですね。こちら、フィルム缶焼肉とフィルム缶茹で海鮮。フィルム缶茹で海鮮はね、実はちょっと別エピソードなんですけど、先にちょっと紹介していきますかね。まあ撮影の時のいろんなお話を伺っていく時ですね。まあ、面白いなと思ったのはここですね。セットを壊すタイミングとか難しいんじゃないですかっていうふうにインタビュアーの方が聞くと、中島さんが大体はうまくいったけど銀座のシーンで、服部時計店を壊す時なんか2、3度やり直しだよ。やり直したよと。時計の音に驚いてゴジラがうわってやって壊すののタイミングが合わなくて、日劇を壊すシーンは親父さんが日劇はどうしようかな、これはゴジラじゃなくて尻尾だなって、尻尾はふにゃふにゃじゃない、あそこに丸田んぼを突っ込んでねバーンとやって日劇を壊した。まあそんな話がある。他に現場での思い出などありますかっていうふうに水を向けると、面白いのはね、銀座のシーンだったかな。ミニチュアのネオンサインを親父さんが見て、おい、誰がやったこれ。このネオンの付き方はダメだ。コマーシャルが入ってるんだよ。位置を変えなきゃいけないんだよ。って怒ってたよ。全部ネオンをつける場所が違うってと。ね。まあタイアップした企業のネオンがあってですね、この付け方良くないというふうに話があったっていう、現場のエピソードがありますね。まあ
インタビュアーの方がタイアップした企業のネオなんですねなんていうふうに言うと、中島さんも美術のスタッフはね大変だよなんていうふうに言うと、ここで不意にですね話がグインと変わるんですね。多分その美術スタッフさんのことを思い出して話がぐっと変わったのかなというふうに思うんですが、美術のスタッフは大変だよ、あの頃はよく飲んでたなっていうふうに急に話題が変わってるんですよねここで。なんか文章としてはちょっと唐突感がありますよね。美術のスタッフは大変だよ、あの頃はよく飲んでたな。ね、急に飲みの話に入っていくんですね。あの頃はよく飲んでたな。撮影が終わると美術や造形の連中で集まって張さんの部屋で焼肉だよ。馬肉の焼肉をね撮影終わりでね、残業がめちゃめちゃ多いという現場の中でさらに仕事終わりにね、飲んで食ってということになるとね、馬肉の焼肉だよと。フィルム缶の蓋を鉄板にしてねと。週に1回ぐらい焼肉だった。ね、フィルム缶、そのフィルムの缶、入ってる缶の、あれは多分フィルム缶の蓋だから、円盤状の蓋ですよね。そういう形のケースというか、の蓋を鉄板代わりにして、なんかマンホール焼肉みたいな感じでしょうか。を鉄板にして、週に1回ぐらい焼肉だった。夜遅くまでやってるから、守衛さんが回ってくるんだけど、守衛さんにも食べさせて見逃してもらってたね。守衛さんが「おいちょっと何やってるんですか?」っていう風にねちょっと焼肉なんてやっちゃダメですよって守衛さんが多分見回りに来てんなんか肉の匂いがするなって守衛さんがこうパーってね回ってきて、そのね美術さんとか集まってる部屋の中ガラッて開けると、中で中島さんとかがフィルム缶に馬肉乗っけて「うわー!」っつって酒飲みながらゴボゴボ肉だ肉だなんていう風にやって守衛さんが見つけて「ちょっと撮影所の中ですよ、何やってんですか?」って焼肉なんかしちゃダメでしょなんていう風に守衛さんが来たら、そしたらもうみんながこうちょっと守衛さんも一緒に来てね食べようよっていう風にね馬肉を口にぐいぐい放り込んでうまいみたいな風にやってうまいでしょって、だからちょっと黙っててくださいよって、また来週やるからさみたいな感じで多分見逃してもらってたのかな。っていうね感じのエピソードが載っております。はい。はいはいはい。昔の俳優さんが自宅でよく真剣を語ってて酔って振り回す人がいたって話は聞いたことがあるけどね、昔の俳優さんってそう武器好きよね。狂気的なものが好きですよね。はい。で、そうそう、さっき言ったようにですね、中島さんのお話って結構ね、おもろいなというのが多くて、そうね、この中である話で言うと、うん、やっぱさっき読もうとしたところかな。と、はい。ゴジラの思い出を語っていただきたいんですけどもっていうふうにインタビュアーの方が言った時に、ちょっと、ゴジラに入る前のそれまでの俳優活動みたいなお話をね、そこから話が入っていくんですけど、中島さん、俺は最初のゴジラが始まる前に太平洋の鷹だよな、鷹で飛行服を着たまま火だるまになった。ね、いわゆるその日本初のスタントマン、火だるまスタントをやったっていうことでも有名ですけども、飛行服を着たまま火だるまになった。飛行機の天外かな、天外を開けて飛び降りてきてカメラの前で倒れる。火だるまっていうのは日本で初めてだよと。ね、そこでインタビュアーの方が聞きました。服の中には何かつけてたんですかっていうふうに聞くと、中島さん、中に石綿ね。今だとアスベストが問題になってるけど、昔はそんなの問題にならないから。ね、まあ、そうなんだろうけど、まあね、その、いやいや、アスベスト使ってたんかいという今の安全基準での話っていうのもあるし、逆に石綿入れた服着てただけなんだっていうそれだけで左間さんとやったのっていうところのね、マジかよっていうねところはありますよね。そう。そんな感じでね、他にもちょっと中島さんのお話面白いの多いんですけども、はい。このお話はここで、ということにしておきましょうか。フィルム缶茹で海鮮ですね。一応こちらね、先ほど紹介した勝手に池作ってそこで鯉飼っててみたいな話の、最後の方ですね、そこで出てきた話なんですけど、さっきのね牧野さんが、ちょっと俺に肝くれよって言ってペロッと飲んでた、あとはいらないからっつってっていう風に言った後にですね、
海馬さんと一緒にインタビューを受けている入江さんが、撮影所内に流れている尖川の水も昔は綺麗だったな、ね船やエビガニを取ってきてフィルム缶で茹でて酒のつまみにしたりしてたねここでもねフィルム缶が出てくるんですよねなんか何気このその当時の撮影現場のね即席グルメってフィルム缶を使って調理しがちっていうなんか手頃な金属でいいんですかね、火が通りやすいとかなのかな、ねフィルム缶焼肉ってフィルムを炭の代わりにしたわけじゃないのか、よかった、いやよくねえわね、さすがにあれを燃やして、いやでもねこの本の中にはその燃料が何かは書いてないんですよねなんかもしかしたらもう使えなくなっちゃったクズフィルムみたいなやつを着火剤的に使っていた可能性はゼロではないけれど記載がないというだけでね、山岡これだ、これで究極の焼肉ができるって、至高の焼肉だ、フィルム缶これをこうするのだみたいな感じでね、そんな感じで、フィルム缶焼肉とフィルム缶茹で海鮮のお話でございました。はい、じゃあここからですね、ここら辺から多分より一層今の NHK では放送しないだろうなっていうなんですよね、うんコンプみたいなね、そこはちょっと関わってくるんですけれども、じゃあ行きましょうか。酒茶漬けと目薬のお話、ページ165ですね。少し前から引用していきますけれども、一応ここでお話をされてる方はですね、4人の方に、グループでインタビューをしてるんですけども、お一人目山本武さん、撮影で参加されていた方ですね。はい。はいはいはい。最初に参加した作品が宇宙大戦争なので、ゴジラの時よりはもうちょっと後の時代に参加された方、それから鳥海充さん、こちらがですね、はい、こちらも撮影ですね、撮影で参加された方、それから川北さんもいらっしゃいますね、川北浩一さん、言わずと知れた VS シリーズですね、川北さんですけども、撮影とか光学撮影参加された方です。それから、鶴見隆夫さん、こちらも撮影参加された方ですね。この4人で、インタビューを受けているわけなんですけれども、なんでしょうね、今から僕が話すエピソードの中では、ね、川北さんが終始無言を貫いているのでなんだろうな、なんとなくこの話にあんまりがっつり入らない方がいいかなっていうふうにもしかしたら川北さんは思ってたかもしれないですけど、読んでいきましょう。一応章としては東大大プール完成といった、章立てになってますね。インタビュアーの方が、お話をされてます。皆さんが東宝入りされた頃は映画全盛期で撮影所も活気に満ちてたと思うんですがっていうふうに聞きますと、鶴見さん、所内にサロンがありまして、昼時になると8組分くらいの監督や役者がざっとステージから出てきて、そして暗黒街の対決という映画ですねを撮っていた、鶴田浩二さんが革ジャン姿で現れて、ものすごくかっこよかったね、噴水の前はそういう人たちでいっぱいになってすごかったね、さすが映画全盛期ってところですよ、なんていう風になかなか映画黄金時代っぽいエピソードを語っていらっしゃいます。それから、印象に残っている作品の話もお願いしますっていうふうに水を向けると、鶴見さん、太平洋の嵐の時に大プールができてプール開きをやったんですが、伊船敏郎や鶴田浩二ら役者が真っ白な海軍の軍服姿で揃って敬礼するんですよ。ホリゾントの上にゼロ戦を15機ほど吊るしまして、円谷監督が用意スタートと声をかけると一斉に飛んでくるんです。あのプール開きは壮観でしたね、なんていうふうに、これまたなかなか貴重なエピソードですね、お話をしてらっしゃいます。インタビューの方が聞きます。一方、一般の方やマスコミには公開したんですか、そのプール開きの様子を一般の方には公開したんですかっていうふうに聞くと、東宝の中だけでやったものですけど、当時、東宝友の会ってファンクラブのような組織があって、その会報には写真が載ってましたねっていうふうに載ってる、東宝友の会っていうファンクラブ通信みたいな、その会報みたいなものには、その時の写真載ってたかもしれないですね、なんていうふうにお話をされてます。で、そこから、その時代の思い出話みたいなところに入っていくんですけれども、太平洋の嵐、太平洋の嵐は何年の映画かな、ちょっとパッと見れるところがないんだけど、その映画の頃、太平洋の嵐の頃は、特撮は、お疲れロケーションみたいなことをやっていて、
お疲れロケーション、一体どういうことかというと、撮影の最後の方に三浦半島の岬とか御殿場の方に行ってたんですよ。ね、いわゆるそのもう撮影終わったから、ちょっと半ば打ち上げ半ば撮影みたいな感じで、そういった感じで打ち上げロケーションと称して、ちょっと旅行じゃないですけどね、どっか行ったりとかしてたと。で、どういうことをしてたか、撮影が終わると宴会だけどみんな若かったからすごくてね、この辺からちょっとね、やっぱりまたおっとね、この振りはもしやっていうこの話の入り方の感じもしかしてっていう風に思って読んでいると、みんな若かったからすごくて、フライドチキンの器にビールをいっぱい注いで黒田節が終わるまでに飲み干したり、黒田節っていうのは多分なんか宴会で歌うそのなんだろう、宴会の歌みたいななんかありますよね。今でいうコールかな、そんな感じですか。黒田節が終わるまでに飲み干したり、ね、フライドチキンの器ってなんだっていう感じしますけどなんかそのフライドチキン山盛りになったんでしょうね、おつまみ的な感じで。それ食べ終わった後にそのフライドチキンが乗ってた器にビールいっぱい注いでね、もしかしたらバーレルとかなのかな、フライドチキンっていうとね、その器にビールをいっぱい注いで黒田節が終わるまでに飲み干したりで、それで終わるかと思いきやね、その次はラーメンの丼に日本酒をいっぱい注いでまた一曲終わるまでに飲み切らなきゃいけないね、フライドチキンの器の次はラーメンの丼に日本酒をね、フライドチキンの器にはビール、ラーメンには日本酒っていうね、なんかな、酒の合わせ方なのかなわかんないけど。ね、フライドチキンにはビールだな。ね、日本酒はやっぱ、そのビール、日本酒はやっぱラーメン。締めでいきたいよねみたいな組み合わせの話なんでしょうか。ではその当時の飲み方の文化みたいなのを話したところにですね、鳥海さん話に入ってきます。その日本酒の丼にご飯を入れてビールも入れてこの酒茶漬けを食えなんてのもあった。笑い。ね、なかなかね、そのね、決まってるエピソードですよね。ラーメンの丼に日本酒が入っていると、その中にご飯を入れてね、そこまでだったらギリギリなんかそのなんか聞いたことはあるんですよ。酒本当に好きな人が冷や飯に日本酒かけてズズズって食うみたいな。聞いたことはあるんですけど、ビールも入れる。もうある酒入れるみたいな感じなんですかね。そしてこの酒茶漬けを食えなんてえね断りづらいですよね。うん。うん。そんなこともあったな、はははなんて言ってると、鶴見さんもそれを受けて、スタッフの誰だったかな、ひっくり返ってましたね。なんていうふうに言うと、鳥海さんがまた何か思い出したように、ね、怒ると目薬入れちゃうんだよ。かっこ笑いっていう。ね、これ最初僕意味が分からなくてこの本を読んだ時に、最初意味が分からなくてあの、スタッフの誰かがひっくり返ってたよねっていう話を鶴見さんがおっしゃってる。で、酔っ払ってとかそういうことなんですよね。ひっくり返ってた。と、この怒ると目薬入れちゃうんだよ、かっこ笑いっていうところが、なんかこう、繋がらなかったんですよね。どういうことなのか、この野郎っつって、怒ってる相手の目に目薬さすとか、意味わかんないじゃないですか。お前この野郎ジボジボみたいな。来たーみたいな。どういう喧嘩なんだみたいなね。風にね、よくわかんないと思ってたんですけど、なんか、これあれですよ、推奨してるわけじゃないですよ。僕は絶対にその推奨とかしてるわけじゃなくて、当時そういうのがあったっていう話なんですけど、あのお酒に目薬2、3滴落とすとすげえ酔うっていうね、すげえもう悪い飲み方があったらしいんですよね。なんかわかんないけど、その、昔の目薬だから、今と多分成分もね、全然違うしっていうこともあるでしょうけど、なんかその2、3滴入れるとめちゃめちゃ酔うらしいと。だから、もうこの野郎って怒ると、そいつが飲んでる酒の中に目薬とか入れちゃって、そいつ潰しちゃうみたいな。ね、そういうそのハートフルなね。ね、和気あいあいとしたすごくハートフルな、ね、飲み会されてたんですね。そっかそっかっていう、ね、そんなお話でございました。はい。絶対美味しくないだろ、酒茶漬け。ね。あと25分ね、巻いていかないとね。うん。次のエピソードいこうか。次、爆破恋国ですね。
だいぶね濃いエピソードが続いてまいりますが、これも仕事もうこのエピソードだいぶ短いからパパッといこうかなと思いますね。はい。ちょっとこれ説明がいるな。一応ここのねところで話してくれてるのは、まあ先ほどと同じですね。川北さん、山本さん、鶴見さん、鳥海さん、このメンツで話している話なんですけど、まあ結構昔の現場って怪我が多かったよねっていうお話をされております。まあなんかこれちょっと面白かったから紹介したいんですけど、サンダ対ガイラかフランケンシュタイン対地底怪獣バラゴンのどっちかでヘリが爆発する撮影の時に火をかぶったことがあったっていうふうに鶴見さんがおっしゃってるね。まあ撮影されてるんで、まあなんかカメラ越しにっていうことなんですかね。火をかぶったことがあったと。山本さんがそれを受けておっしゃってます。あの時俺の親父が火薬をやってたので責任を感じてお庭に行ったけど元気だったんで安心してよ。火をかぶったのに元気だったのっていうふうに思ってる鶴見さんが、セットに川が作ってあったでしょ。当時みんなで夢中でバレエやってたおかげで回転レシーブみたいな感じでぐるぐるって回って川に入っていったんだもん。撮影の時にこう火薬で起こした火がボーンと起きて、うわ熱いってなった時に、もう巣は大事故大事件になったと思ったら鶴見さんはもうとっさの判断で回転レシーブみたいに近くのセットの川にゴロ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 って入ってってジャボーンと入ってふうびっくりしたみたいなね感じで事故がねまあ事故を防げたわけじゃないな、怪我を防げたというエピソード。まあ他にもなんかね誰それがなんか指を怪我したとかなんか親指がパーンとさあみたいな話が続いている中でですね、他にもこんな事故があったよねっていう感じで出てきます。それがこのエピソードですね。トリムさんお話ししてます。千川に電気流して魚取ってたやつが自分が感電したこともあった。急に急に撮影中のエピソードじゃなくて勝手に川に電気流して魚取ろうとしたやつの話になってるんですけど千川に電気流して魚を取ってたやつが自分が感電したこともあった。あとは鍋がね、鍋っていうのは多分その爆破といえばの渡辺さんですよね、多分。そのまあ後にゴジラ対メカゴジラとかでねもう参加されてる渡辺さんだと思うんですけど、あとは鍋が大プールに火薬をぶん投げて鯉を取って食ってたんだよ。え小島浩二かな、小島浩二と俺と今日は恋国だなんてね今日は恋国だぜなんていうふうに爆破で取ったまあいわゆるその爆破量みたいなのなんか国によってはまあやってたとこもあったのかな、なんかそういう両方もね今禁止されてるところがほとんどだと思います。あったはあったと思うんですけどね、それを鍋さんがね大プールにしかも大プールに火薬をぶん投げて鯉を取って食ってたとね爆破した鯉を取ってねそれを3人集まって、ね、今日は恋国だななんてうめえうめえなんていう風に食ってたっていういいのかこれということでね、爆破恋国の話でした。ちょっとね巻き気味ですけどねそう自由な時代ですよね。うんうん。ね、じゃあ最後いきますか。あともう1分もないけどね、最後ビールはどこまで飲める潰れ屋式飲酒法ですね。228ページいきましょう。こちらねこのお話をねされてらっしゃるのがね中野さんですね。えーっと中野照義さん、まあ正慶さんっていうふうに言う方もいらっしゃいますけど中野さんですね。まあ言わずと知れた特技監督というか特撮といえばという方ですけども、その中野さんがおっしゃってます。中野さんがねインタビューの中でお話しされてます。昔ののんべえの活動家ってすごいんでね。もういきなり初っ端から酒の話ですよ。のんべえの活動家ってすごいんでね。後で美術課長になった稲垣さんの机の横に一升瓶が置いてある。そこに行くとこう隠れて飲んでる。仕事中ですけどねこれこの文章の感じだと。それから山田さんも毎日飲んでた。机の下に一升瓶が置いてあるんだもん。みんな仕事中に一升瓶で酒飲んでる。えっとねそれと坂本康明も、鐘が鳴ったら要は5時のね鐘が鳴ったら一升瓶が出てくる。
ね、こう置いてあるとかじゃなく出てくる。ドラえもんみたいな感じかな。なんか5時のなんかキンコンカンコンみたいな5時の鐘が鳴ったらテレレレってて一升瓶っていう風に出てきて飲み出しちゃうんだね。っていうみんな飲んでたと、その時代のまあ映画関係の、ね、人たちは。でここから円谷さんのね話になってきます。円谷さんの四畳半って知ってる？円谷さんは、うん、あそこでビールをどこまで飲めるか試そうってビールの瓶を開けるでしょ。そしたらそれを横にして並べていって部屋を一周させてっていうね。とりあえずまあ四畳半のねお部屋に住んでたのか、まあそこにちょっと住み込みというか泊まり込みしてたのか分かんないですけど、そこの四畳半の部屋でね、ビールってどこまで飲めるのかなってちょっとなんかそうさっきのドラえもんの話じゃないけどちょっと子供っぽい疑問ですよね。ねえねえお父さんビールってどこまで飲めるのみたいなそんなね子供心あふれる疑問を多分鶴屋さんはね、感じたんでしょうね。ビールってどこまで飲めるのかなと試そうということで、ビールの瓶を開けてそしたらそれを横に並べていって部屋を一周させていくという。で、インテリアの方が、円谷さんはお一人で飲んでるんですかっていうふうに聞いたら、いや、なんとかっていうのんべえのカメラマンと二人で始めたらしいんだけどねっていうふうにおっしゃってる。で、ここで終わりかと思いきやですよ。ね、まだ話が続くんですね。で瓶がもうどんどん開けてって部屋の中溜まっていくわけですよ。で、一周行ったら、今度は口直しって言って、酒を2升飲んだって言ってたかな。ね、ビールいっぱい飲んだなと一周回ったなビールってこれくらいは飲めるんだっていうのが分かった後にさて口直しに日本酒飲もうってね美味しいねってねあ2升飲んじゃった日本酒2升ってまあ当たり前だけど一升瓶2本分ですからねビールを散々飲んだ後にですよねっていうねうん、飲みすぎだろっていうね話ですけども、だからまあこのインタビューの続きのところではまあこの後まあ浦谷さんもちょっと体を壊してっていう話が続いててね、食生活気をつけてたねっていう話もしてくれてるんですけども、はいまあまあまあ豪快なお話でございましてね、はい。うん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 。ね、ダイナマイト量、そうね、日本では違法ですよね。うん。電気使った量も違法ですよね、多分今はね。うん。うんうん。中島春夫さん、造形班の方たちとよく馬肉を囲んで酒を汲みながら楽しんでいたようです。やっぱそれ、さっきのあれかな、フィルム缶焼肉の話なのかな。うん。そうそう。この本の最初の方にね、書いてあるんですけど、まあ、どなたかの話だか忘れたんですけど、本当に初期の一番最初のゴジラの着ぐるみは、くせえと。ね、まあ、プールの中とか、ね、浸かるから、まあ、プールの水も結構汚かったりするんで、その匂いもあるんですけど、何よりも、まず中島さんが酒めっちゃ飲むと。だから、こう、仕事、その日の撮影が終わって、中島さんが着ぐるみを脱ぐと、中島さんの体から出てるアルコールの匂い、酒臭さが残っててすげえ臭かったっていう話を書いてあってマジかよとね、そういう苦労もあるんだなというところでございますけれど。さあ、あと10分ですね。ということで、ね、いろんなエピソードをお話ししたところで、このままね、シームレスに、今日の10時から放送の歴史探偵に入っていこうじゃありませんかというところで、ごめんなさい、今日はちょっとね、巻き気味で、ちょっと時間制限を設けてなんかやったので、あんまりコメントも拾えなかったりとかあったかと思うんですけれども、まあ来週からはまたいつも通りの時間感覚でやっていこうかと思いますので、よろしくお願いいたします。今日の話が気になった方は、こちらの引用資料、ね、多分中古でしかないとは思うんですけども、し手に入れば読んでいただいたらと思います。ということで、ちょっとチャカチャカバタバタしておりますが、ここら辺で終わりたいと思います。ということで、高倉和也の怪獣歌話生配信でございました。ありがとうございました。さようなら。